2023年5月、吉野ヶ里遺跡で新たに発見された石棺墓。この遺跡は弥生時代後期の有力者の墓と見られています。この発見は私たちに弥生時代の人々の生活や信仰に迫る手がかりと、謎多き邪馬台国に迫る貴重な遺跡です。しかし弥生時代は1万3000年続いた縄文時代と比べ、わずか700年という短い期間で終焉を迎えたのをご存知ですか？一体何がこの時代を変貌させたのか、その謎を解き明かす旅にあなたも参加しませんか？吉野ヶ里遺跡は佐賀県の吉野ヶ里町と神埼市にまたがっています。2001年から吉野ヶ里歴史公園として開園され、その面積は福岡ドーム約15個分の広さで、国と県が一体となった歴史公園として多くの歴史ファンが訪れています。一度は訪れてみたかった吉野ヶ里遺跡にやってきました。とても広いと聞いているので、今日はたくさん歩きます。佐賀県も最近は涼しくなってきたので、散策するには絶好のシーズンですと思ってたのですが、暑い。秋だというのに服装に迷います。気を取り直して吉野ヶ里遺跡を散策します。東側の門から入っていきます。吉野ヶ里遺跡の最大の特徴は、国内最大級の環濠集落に発展したことです。攻められにくいように柵や堀で集落を囲んでいます。外堀の深さは約2メートル。実際に環濠を歩いてみると、自分たちの生活空間を守ろうとしたのを体感できます。環濠は稲作に適した土地や水があるということ、弥生人のこの地に根付くという意志が感じられます。吉野ヶ里歴史公園は大きく分けて5つのエリアがあります。南の村、倉戸市、南内郭、北内郭、そして北墳丘墓。実際に発掘された遺構の上に保存のため盛り土をして復元されています。そのおかげで私たちはこの空間を体感することができるのです。最初に訪れたのは南の村。弥生時代、集落の一般の人々が住んでいた地域です。3つから4つの縦穴住居に共同の高床倉庫。縦穴住居の中は見学することができます。なんと食事 OK の縦穴住居も。弥生人の生活を味わえますね。縦穴住居の特徴は半地下の作りになっています。これは壁の部材などを減らすことができて、外気温の影響を受けにくく、湿度や温度は年間を通じてほぼ一定なのだそうです。実際に縦穴住居に入ってみると、シンプルでありながらも広くて過ごしやすい、しっかりとした作りから定住しようとしたことを感じます。共同で使用した倉庫は、害獣から自分たちの食を守ろうとした弥生人たちの生活スタイルによって進化してきた作り。この土地への執着を感じます。やがて集落が大規模になって村から国へと変化していき、
市場の機能を持ったエリアが登場します。倉戸市です。100基を超える高床倉庫が発見されたこの場所では、海外との交易品や日本各地の国々の特産品などが集まり、盛大な市が開かれ、物資を保管していた地域と考えられています。早速見ていくことにします。このエリアを歩いてみて感じるのは、小さな村が大陸の文化を取り入れ、国の中心集落へと発展していったこと。この場所で社会が形成されていったことが感じられます。そして社会は有力者やリーダーが存在して、より明確な階層的社会構造が生まれます。吉野ヶ里遺跡で王やリーダー層の人々が住んでいた場所、南内閣です。南内閣で印象的なのが櫓です。兵士が侵入者を厳重に見張っていたと考えられています。周囲を環濠と城柵で囲まれ、敵を見張ると同時に権威を示すシンボル的役割を持っていたと考えられています。王の住まいを覗いてみることにします。王の住まいは大きさではなく、さらに守られていることで判断されているらしいです。枕元には王の力を示す品々が並んでいます。生活空間だけではない、役人などが来るような場所だったのかもしれません。これまでに訪れたエリアとは全く違う人間の社会の始まりの場所だと感じます。交易を行うための品々を保管する倉庫や、国を守る兵士のための武器と、政治支配を担う最高政治権者である王と、国の支配者層が暮らしていた南内閣。大使者的性格を持ち、かつ政治行政を司った者たち。定住した弥生人が目指したのは、より良い人間社会の発展と豊かさを追求する生き方なのかもしれません。そして国は城の原型と言われる場所を作ります。それが北内閣です。吉野ヶ里を中心とする国全体に最も重要な場所であったと考えられている北内閣。入り口から人を受け入れない拒絶感を感じます。まっすぐ入ってこられないように鍵型に折れ曲がった構造と、北内閣を取り囲むように掘られた外堀が特徴的です。
北内郭に入ってすぐに見えるのが主祭殿。古墳時代より前にこんな大きな建物があったなんて、実際に間近で見ると驚きです。主祭殿は吉野ヶ里集落を中心とする古い全体の町並みの動きだ一番重要な施設だったと考えられています。主祭殿2階では吉野ヶ里の王やリーダーたち、さらには周辺の村の長が集まって重要な決定を行う際の支配層の集会を行う場として復元されています。田植えや稲刈りの日取りを決めたり、季節ごとのお祭りの日を決めたり、大きな道を開く日取りを決めるなど、さまざまな祭祀儀礼について話し合いが行われていたと考えられています。しかし重要な物事が話し合いでは決まらないとき、最高司祭者に祖先や神の声を聞いてもらい、その声に従って決定していったと考えられています。人前には姿を現さない最高司祭者、神がかりの声を聞く従者とさまざまな儀礼を行いました。邪馬台国の卑弥呼もこのような役割を担っていたと考えられています。王や司祭者など身分の差が生まれ、国同士が争い、大規模な大乱が各地で勃発。そこで国々が連合国家的組織を作り、邪馬台国が生まれ、卑弥呼が王として登場することになります。北内郭を抜けると大きな土器が埋められていました。亀棺墓列です。北部九州に特有の棺で、亡くなった人の手足を折り曲げて入れ、その中に埋める埋葬方法とのこと。吉野ヶ里では1万5,000基を超える数が埋められていると考えられています。亀棺に葬られた人々の中には頭部がないもの、肩や腕に刀傷を受けた跡があるものなど、戦争の犠牲者と思われる人骨が発見されています。しかし吉野ヶ里ではこの大量の亀棺を焼いた場所や亀棺を作る職人がいたのかなど詳しいことは分かっておらず、多くの謎を残しています。そしてその先にはこの吉野ヶ里集落の歴代の王が埋葬されたと考えられている北墳丘墓があります。北墳丘墓は中を見学することができます。弥生時代中期、紀元前1世紀頃に作られた墳丘墓からは14基の亀棺が発見されました。その中にはガラス製の管玉や幽閉細型銅剣など副葬品も一緒に収められているものもありました。こうしたとても貴重な副葬品が発見されたことから、とても身分の高い人が葬られていたことがわかります。ここにいると彼らがどのような思いでここに眠っていたのか考えさせられます。弥生時代後期になると拠点集落周辺ではこのような墓が作られなくなり、墳丘墓は代々の首長が眠る重要な場所として祭祀の場になっていたと考えられている。こうして弥生時代は卑弥呼の死後、大和王権を中心とする首長や豪族たちの時代、古墳時代が到来します。吉野ヶ里遺跡を訪れたことで古代の歴史に触れ、有意義な時間を過ごせたなと思います。ぜひ皆さんも歴史の面白さを感じてみてください。